始まりました。今回の今日の動画ですね。この玩具職人タウノス、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、兄弟戦争ですかね、これ。兄弟戦争で合ってますかね。はい。のカードなんですけど、この逃走者はもうカジュアルでやられてる方はもうすぐ食いつくぐらいの大人気の逃走者で本当ですか？見たことないんですけど。ただこの間ね、一緒にやられてた方はこいついいっすよねって言ってましたよねっていう食いつきはいいかもしれないで、まあちょっと、どう考えても弱いということでこいつをなんとかして7ぐらいにしてお店に持ち込んでやってみたいなっていうのを考えてらっしゃるということで、はい。それを紹介するという感じの動画になります。はい。まずこいつのコンセプトは何ですか？まず能力紹介しましょうか。そうですね。能力、はい。はい。こいつはですね、まず重要なポイントを申し上げます。はい。5マナです。やばいですね。まず5マナ、はい。やばいですね。もうその時点でもう上の方では戦えない。やばいです。やばいです。はい。で、別に出た時にも何もしません。やばいです。もうやばいです。はい。で、一応錠剤型能力を持ってますと。はいはいはい。で、ビーストか鳥であるクリーチャージュも唱えると、はい、唱えた B。そのコピーのトークンを出すと。まあ、ただそれはアーティファクトだよと。あ、そういったアーティファクトなんですね。あ、それ初めて知った。はい。そうなんですよ。はい、そういう能力を持っています。はい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 。強いですか？これまず、やばいです。5マナで出します。はい。その後にクリーチャージュを唱えてコピーが出る。はい。めちゃくちゃ弱いです。まずこれ、ね。はい、です。しかもコピー出るだけです。ビーストと鳥の。しかも出るのはビーストと鳥だけど。そうです。やばいです。いや、やばいですね。これ何がやばいって、まず5マナで出します。何もしないです。さらにその後呪文を唱えるとコピーが出るんだけれども、それは鳥かビーストでなきゃならないということですね。しかもそいつが出てもそれで勝つというわけでもない。どうするんやと。それをちょっと一回今日頑張って考えてみたんで、はい。まずどうですか、プランとしてはどういうプランなんですかね。まずそもそもですね、はい、こいつの能力を当然使うのが前提なのでデッキの中に一定数ビーストや鳥を入れます。なるほど、まあそうですね。まあ入れて当然なんというかマナーです。入れてくビーストと鳥の何が入るかっていうのを聞いていった方がいいんですかね、逆に。そうですね。まあそれもそうなんですけど、はい、こいつ5マナなんで、はいはいはい。そもそも出さなきゃいけないんですよね。そうですね、はい、まず出す。はい。まあ当然これ緑絡みのデッキなんで、はいはいはい、マナ加速ガンガンしていく。まずそうですね。これはゲームプランとしては絶対必要です。はい。はい。なので大量のエルフが入ります。なるほど、まずエルフも入るんですか？いや、まあだってしょうがないでしょ。なるほど。しょうがない。エルフしょうがない。はい。しょうがない。マナ加速するためにエルフと、ランパンは一定数入ります。まず最強はだから極楽鳥だと。このデッキで。はい。極楽鳥鳥ですからね。まあ鳥なんだけど。先に出しちゃうから。そう。しかも後で出しても意味ないし、だからなんだっていうカードとかしてるんですけど、実は噛み合ってないという。全然噛み合ってないですね。なるほど。鳥なのに全然噛み合ってないです。はい。はい。はい、ここからどうやって進んだこれみたいなね。はい。まあそういうデッキになります。なので、ほぼ緑タンです。緑タンなんですね。なるほど。ほぼ緑タン。青はまあ多少の打ち消し呪文と。もうこいつ守んなきゃいけないですか？いや心配しないでも大丈夫です。こいつに除去ってこないと。そういうこと。こいつに除去は飛んでこないです。なるほど。心配しなきゃいけないのは全除去です。全除去、なるほど、確かに。はい。全除去を打ち消すための青だと。そうですね。はい。当然クリーチャーたくさん入れることになっちゃうんで、そんなにスワットないんで。そうですよね。はい。数枚の打ち消しはあれに当てると、全除去を続けるのに当てると。そうですね。はい。それは必要です。はい。はい。じゃあデッキの中身についてちょっと語っていきましょうか。はい。はい。当然エルフ大量に並べるんで、はい、緑のマナ加速系の呪文はまず入るんですけれども、はい、当然デッキの中には溶卵は入ります。溶卵、はい。まあ強いです。溶卵は持ってるんですよね。溶卵はあります。溶卵はない。溶卵はあります。なぜかあった。はい。はい。
糸リモクジェネリックヨーランこと糸リモクの成長儀式も入れます。そうですよね、当然、はい、糸リモク入りますよね。これクリーチャー並べるんで、はい、エルフ並んでれば裏返ります。はい、なるほど、確かに。十分強いです。十分強いです。はい。あとはニクソス。ニクソスね。はい、さっき、おっしゃってたニクソス。はい。ニクソスも結構心身がたまるってことですね。結構心身たまるんで、十分マナ出るから、デッキの方向性としては噛み合っています。ちょっと質問なんですけど、途中話の骨を折って終わるんですけど、輪作みたいなカード入りますかね、逆に。もちろん入ります。もちろん入ります。そうですよね。輪作も入るし、なんなら1マナの輪作の効果起動型で輪作の効果ついてるエルフいるんですけど、M20 だったかな、ちょっと後でカード出しますね。それも入ると。入ります。なるほど。っていうかそれぐらいのスロットを割いてでもマナを伸ばせるように構成しないと。トイレとピースを並べられないと。機能しない。全然機能しない。いや待って、考えてください。鳥かビーストですよ。鳥は軽いやつ多いんですけど、ほとんど青なんですよ。大体ビーストって想像するのは3、4以上ですもんね。大体ビースト。そうです。ビースト重いんで。2マナのビーストとか1マナのビーストとかあんま聞いたことない。2マナのビーストだったら逆に何の能力もついてないでしょ、絶対。バニラですからね。2マナ33以上みたいなやつでしょ。それをコピーするっていう。しかも5マナで出した後にコピーしてもどうするんですかっていう話ですよね。確かに。そういうのはちょっと無理があります。で、逆にテーマ内域で鳥かビーストっていうと、鳥はもちろん蝶母先とかそういうやついるんだけど、蝶母先ね、どうせ先出しするからコピーされることないので、あんまり関係ないんだけれども、多層のクリーチャー、多層ですよね。多層のクリーチャーはつなぎとしては入れられます。例えば領海渡り。領海渡りいいですよね。で、領海渡りは、ビーストですって言い張ります。ビーストですからね、実際。領海渡りで指定するのは鳥じゃないです。ビーストです。このデッキはほとんどビーストです。そうなんですね。鳥じゃなくてビーストだと。なるほど。いや、鳥も考えたんですけど、鳥の方が弱いですね。調べた感じ、鳥の方が弱い鳥が多かったんじゃないかと。鳥の方が弱いです。ただ鳥の中で強いやつも1体いまして、何でしょう。後期の作り手っていう、なるほど。C21 のカードですね。こいつはこのデッキの中では結構強いです。なるほど。こいつが2体出てきますんで、自己完結します。で、出てくるトークン全部コンバットダメージ与えるとドローができるという形になってまして、で手札の条件がないと。そうですね。方向性としては一応噛み合ってます。一応。これウィザードサイクリングで持ってくる可能性あります？いや、ちょっとウィザードがそもそもこのデッキの中に入んないんでね。いや、こいつウィザードじゃないですか。ウィザードサイクリングで持ってくるぐらい重要ですかね、こいつは。ですね、そういう意味で言うと緑のミドチュミドチュそうですね、緑のクリーチャーサーチ呪文で引っ張ってくるなるほど、形になります。ウィザードサイクリングとかはさすがにウィザードでウィザード入ってないからそんなにいないんで。でも多層ウィザードですよね。いや、多層もウィザードだけど、多層もこれわざわざ持ってくるようなカードじゃないからね。なるほど。どう考えても。普通の汎用のクリーチャーサーチで。なるほど、緑ですからね。それ以外、アドゲンっていう意味で言うと、こいつ面白いんですよ。ワイヤーウッドの野人っていうカードなんですけど。このデッキにふさわしいカード。こんなの見たことねえよっていう人ほとんどだと思うんですけど、なんとビーストが1体場に出るためにカードを引いても良いという。やばいですね。これオンスロート。いや、結構昔ですね。なるほど。そうなんですよ。オンスロートビーストが主体のデッキでしたからね、確か。こいつが誘発してるところ見たことないんだけど、だからみたいなね。ビーストが一番盛り上がってた時期のカード。なるほどね。ちょっとその頃をご存知ではないんですけど。そうなんですね。そういうカードです。ビーストの話が出てきましたんで、ちょっとどんなビーストが採用できるのかっていうところを話してみましょうか。
はい。普通に強いところで言うと、まず一つ刻み頭脳ですね。ああ、まあ刻み頭脳いいっすよね。はい。まあ、こいつ3マナなんで、まあよく入ってますよね。正直言うと先出しするだけだからコピーすることなんてあんまないんだけど、うん、まあ汎用カードで。汎用カードでアーティファクトをタップインするから、はいはい結構強いです。まあそうっすよね。はい。それ以外で言うと面白いところではですね、ガラクの先ブレなんかいいなと思って。こいつ見たことあるんですよね。よく俺スタンで結構使ってたんだよな、これ結構。ちょっと前。こいつ、まあ一応ダメージ与えると、まあ見てクリーチャーカード手札に加えられるんで。なるほど、結構アドゲンなんですね。はい、結構アドゲンです。まあ一応、こいつも3マナなんで先に出すことが多いんですけれども。まあビーストであることに意味はありますからね。そうですね。後で来てもまあコピーされて2体出てきて、まあ殴り始めれれば強いかなっていうところですね。それ以外で言うと、まあ、ハイドロイド混成体なんかも実はビースト。ああ、はい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 。なるほど、なるほど。はい。このデッキは構成上、マナはがっつり伸ばしに行くので、はい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 。結構大きいサイズで唱えられることを想定してます。なるほど。まあ、ただ注意しなきゃいけないのは、はい、こいつコピーしたところで。なるほど。唱えた誘発だから。はあ、そうなんですよ。唱えた誘発なんで、別にカードを引く効果が倍になるわけではないというところですね。ライフも得られないと。そうですね。ただでかいやつが2体出てくるというだけです。まあいいですよね、でかいやつ2体出てくるだけ。うん、それでも十分強いと思います。はいはい、それ以外の変わり種で言うと、クローサの船長。はい。こいつはビースト呪文を1位下げるというそんなのあるんですね。やばいっすね、ビースト呪文を1下げる。はい。一応だからこいつも3マナなんで先出しちゃうとまあ1なんですけど、まあコピーすれば、なんかコピーすると2個するじゃないですか。2個下がる。これやばいっすね、これ。まあ面白いなと思ってるんだけど、なんかここでメダリオンの方がいいだろうみたいなツッコミはちょっと野暮なんでやめてください。いや、これ、エースですよ、こいつ。エースでしょ、こいつ。はい。再生できますよ、ビースト。いや、大体そのビーストを再生するっていう効果ね、ちょっとマナ残ってないよね。はい。マナ困ってる、はい。それ以外で言うとですね、まあ上陸のそうね、タケリクルーペイロス。こいつ、よく、ベイロスですか、これ。タケリクルーペイロス。まあ、なんでもいい。こいつはコピーできると強いよ。やばいっすね。上陸するたびに、これとりあえず、アリーナだったら破壊されますよね。ビースト出てきて。それ違う。それは違うやつ。それアリーナ破壊虫の話なんで。破壊虫みたいなことをするってことですよね。そうですね。要は1回上陸する、コピーされてると、1個土地出したら、44クリちゃん2体出てくるんで。やばいっすよね。さすがに倒せるでしょっていう。こいつ結構キーカードですよね。はい。まあフィニッシャー級です。フィニッシャー級ですよね。確かに。フィニッシャー級なんですが、フィニッシャーっていう意味で言いますとですね。フィニッシャー、はい。はい。このデッキの、フィニッシャーはもちろんビーストで、基本的には統一されていますが、はい。もちろん寿司握るとかそういうことは可能っちゃ可能なんだけど、お作法としてね。寿司握ることが、なるほどね。はい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 。青なんで。青なんで、一応ライブラリ引き飛ばすみたいなことは一応できると。できるはできるんだけど、ちょっと違うかな、それはっていう。確かに、あれ7番だそうね。それもそうだし。それちょっと意味わかんないと、法則的に。ビースト出してって、いきなり寿司握り出したら、わけわかんないやつだって。わけわかんない。わけわかんないし、タウノスって何なのかってなっちゃうから。それはしないと、まず。そういうのはちょっと置いといて、何でフィニッシュするかっていうことなんですが、一番手っ取り早いのは皇帝のビヒモス。なるほど、なるほど。はい、当然クリーチャー展開するんで、一定数並んでる可能性が一定以上あるというか、並んでる状態で出すことにはなります。でこいつコピーするんで、さすがに死ぬやろ。コピーする。確かにこれやべえな。これ待って、唱えた誘発でもう一回確認したいですけど、唱えた誘発でしたっけ？唱えた誘発。唱えた誘発です。こいつを唱えるってことなんですね。はい。皇帝のビヒモス唱えると、皇帝のビヒモスのコピーが、スタック上に乗ります。ナチュラルオーダーじゃダメだと。ダメです。ダメなのか。いや、ナチュラルオーダーで出してフィニッシュ、もちろん皇帝のビヒモスでできるぐらい、盤面が整ってればいいですよね。もちろん可能なんですけれども、こいつが面白いところとしては、タウノスいる状態で、ビヒモスキャストするともう楽しいぞという楽しいことが起きます。なるほどね。本体をカウンターしてもなんと止まらないっていう。確かに止まらない。コピーされてる。コピーされてます。はい。唱えためだから。はい。もちろん2体出てると仮に5体並んでるだけでも11、11修正全体にかかるんで人は死ぬやろと。なるほど。
確かに死にますね。はい。全部死にますね、確かに。全員死にます。これがフィッシュ弾か。なるほど。はい。一番手っ取り早いがそうです。まあ似たような話なんですけど、はい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 。他にも雷足のペイロスっていこんう、なのがいるんですね。ビーストがいまして、はい。こいつは全体にプラニ修正はい。でトランプル。はい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 。面白いですね。はいです。まあこいつコピーされるんで、はい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 。全体に44修正なるほど。トランプル。踏み荒らしより強いと。まあ、死ぬやろという。強いな。はい。それ以外にもいます。はいはい。もう一匹いこつる。はい。です。花咲くデージューっていうやつです。なんだこれ。これもみんな知らないと思うんだけど、こいつも C21 のカードです。はいはいはい。はい。こいつはアタック行くと2点ライフ得て、はい。ターン終了時まで全てのクリーチャーにトランプルを付与してプラス XX 修正すると。はい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 。で、X は得たライフの点数にあ、等しい。 22修正だってことは。で、これコピーすると同じですね。はい、あ、44 44だと。修正。あ、面白いですね。確かに44確かに。修正じゃないんですよ。え1体あたりあ4点だから修正だからつまり88修正かお、すごいこれこれすごいぞ。2点が4点になって、はい、 44修正が2回入るってことですよね。そうですね。ああ、なるほど。すごい。これはすごいな。まあ、なので一応まあ並んでりゃ死ぬやろと。確かに。これ5マナーっすね。いいっすね。はい、これ系の中では一応一番軽い。このデッキの一番強いカードはこれだってことなんですね。フィニッシュカードは。まあそうですね。はい、軽くてフィニッシュできるカードっていう意味で言うと、はい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 この花咲くデージュがかなりいいです。はい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 。なるほどなるほど。まあというようなのが基本的な構成になってます。なるほど。これで要は7でなんとかしようと。なんとかしたいんですけどね。厳しい、なかなか厳しい。なんとかなるかな。ビーストサーチは別に普通にクリーチャーサーチできるのか。もちろんクリーチャーサーチとして当然いらなくなったエルフとかはいはいはい後半手札に来ちゃうんで、そういうのを有効にあ、活用適者生存かそうですね。適者生存とか、重装マン、はいはいはい。重装のシャーマンですね。なるほどなるほど。みたいなので、有効範囲に変えるっていうのはまあ基本的なムーブにはなります。これ紹介し忘れたんですけど、仮面の番人めちゃくちゃ良くないですか。仮面の番人も、まあ、もちろんでも墓地に墓地にこいつクリーチャー2個ないといけない。そう2体落ちてれば2個追放することができるカードになるので、まあ強いんですけど、でも1個でもいいですもんね。まあ普通に丸いカードではありますから。逆にこうなんかロード的なカードは入れないんですかね。ビーストロード。ビーストロードですか、はい、そんなものありますかなんか祖先のなんか象徴みたいなのあったじゃないですか。ああ、そういう意味ね。はい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 、単純にプラ1プラ1。そういや、弱くないですか、さすがに。1増えてもしょうがないか。1はダメなのよ、1は。そうなのか。それをコピーできるんならまたちょっと話は変わってくるんだけど、はい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 、今のアーティファクトですよね。確かに面白いですね、これ。結構、そう考えると7ぐらいいってるかもしれないですよ、本当に。これも紹介し忘れたんだけど、他のビーストでいうと、実はこのケルピーの道案内っていうビースト、青いビーストですね。青いビースト珍しいですね。はい。こいつも結構強いんですよ。はいはいはい。アンタップする、はい。1個パーマネントアンタップなんで、はい、ヨーランとかアンタップします。なるほど。で、はいはいはい、こいつビーストなんで、まあ一応コピーで。2回ヨーランアンタップできる。まあ2回ヨーランアンタップしたらさすがに死ぬやろっていう。なんでしょう、緑の終焉とかでね。なるほどなるほど。まあ一応そういう構成に緑終焉で、そうですよね。一応全部呼んでこれるっていうか、1体呼んでくれるのか。普通に X イコール10で打ちゃいいから。確かに。もう X10 以上で打てば全部殴っていけるから結構これでの P を出てるのとあんま変わんねえってことですよね。そうですね、はい。確かに確かに。まあだからそういう意味で言うとこういうなんでしょう輪作とか系のカードで、たくさんマナが出る土地持ってきとくっていうのは重要なんですね、このデッキの中では。そうなんですね。一応海外で調べた感じだと変容みたいなのがいいんじゃないかみたいな意見もあったんですけど、まあ、一応変容呪文もスターリックスとかまあ、鳥もいるしビーストもいるんで、まあ、分かるんだけれども、なるほどなるほど、分かるんだけれどもですね、ちょっと寄せられなかった。ちょっと変容っていうメカニズム自体かなり疑問を感じる。なるほどね。変容だって数枚しかないですもんね、正直。まあ入れるカードももう決まっちゃうし、確かに確かに。かといって強いかそれっていう。なるほどなるほど。そうなんですね。まあ
そんなとこですかね。そうですね。このデッキは語るポイントはそんなに多くないです。これ良くないですか？ウルザの保育器。ウルザの保育器ですか？まあ、ビースト指定するんですよね。そうそうそう。でも、それだけですよね。まあそうですね。それだけです、ね。はい、ちょっとあんまり強くないと思ってます。ああ、そうなんですね。はい、ウルザの保育器入んないのか。まあちょっと回してみると分かるんですけど、結構ドローがやばいっていうところ。ドローやばいですよね。これドローやばそうだなと思って、ドローのカード増やさないといけないですよね、とりあえず。でも青だからなんとかなるんですかね。まあ青だからなんとかなると思ってるかもしれないですけど、ほぼ緑なんですよ、現実問題として。そうですよね。はい。で、そんなに、なんていうかな、有効なドローソースってないんですね。まあ、例えば守護者計画とか、そういうことになるんですよね。だってですね、獣をささやくものとか。もちろん獣をささやくものはもちろんエルフだし、普通に丸いんですよ。グレートヘンジとかいいですよね。はい、グレートヘンジもまあ当然普通に強いです。まあ、ただそんなにパワーが大きいクリーチャーが序盤で出てくるわけではないので、そうですよね。結構4マナ5マナでキャストすることになっちゃいます。そうですよね。そういう意味ではグレートヘンジを生かしきれない構成にはなるんですけど、それでも十分強いです。そうなんですね。そうですね。はい。あとこれですよね。野生語りの何でしたっけ？野生語りの期間ですか？そうですね。まあ一応最終的にこれね、この下のモードで使う可能性も使う可能性もあるんですが、このデッキそんなにパワーが大きいクリーチャーはいないんですよ。そうなんですね。パワーが大きいクリーチャーはもうほぼフィニッシャー。そうか。それ出してそのターンにもさっきおっしゃってた3、4枚のフィニッシャーを、大きいからってことですよね。そうですね。だからパワー3章よりは、並んでる数3章の方がまだドロソとしては強いです。数3章の方ありますよね。確かに。まあ不死の典型とかですよね。そんなのあるんですね。ああいうのの方が丸いと思います。あと僕ちょっと個人的にお気に入りというか入れたいなと思ったカードが1個あったんですけど。何ですか？ガーガロスっていうこいつビーストなんだ。はい、そいつビーストですね。これガーガロスよくないですか？いや、ガーガロスは結構強いと思います。ビーストでも結構最強クラスの、そうね、ビーストって書いてあるやつの中ではそいつ一番強い部類ですね。だってビーストですよ。基本的に知性ないんですよ。小賢しいこと全然できない。こいつはなんでこんな小賢しいのがくっついてるのかちょっと逆によくわからない。長老だからじゃないですか。こいつはちょっといいかなと思いましたね、僕は。一応そいつが2体出てくるっていうのはさすがにやばいですよね。さすがにインパクトありますからね。やばくないですか？ガーガロス2体。やばくないですか？ドローもできるし、そう。トークンも出せるし、そう。横展開もいけるし。結構強いですか、ガーガロス。いいですよね。はい。まあそんなところ。一応これ紹介し忘れたかどうかわかんない。水晶壊しもいいんじゃないですか？水晶壊しもビーストなんで、そうっすよね。悪くはないんですけど、変容が1回しかできないから。そうですね。変容ギミックを結局採用しないっていうことにしてるので、1回しか暴れないんで、コピーされることもありますけど、単純に刻み角とかの方が強いと。そうなんですね。なるほど、確かにイメージです。そうですね。なるほど。そんなとこですかね。はい。とりあえずこいつはこんな感じでやれるぞと。楽しく楽しくはやれると思うんですけど、勝てそうなのかって言われるとだいぶ分回ればみたいな、なんかちょっと留保事項ついちゃいますよね。真似する、この動画を見て真似しようかなと思った人は注意してほしい点が1個あるんですけど、僕の中で。このデッキ勝ってとか一度も見たことないです。まだ。いやだからそう言ってるんだよ。弱いんだ。でもこの当事者のいいところが、勝てないデッキで勝った時すごい楽しいんですよね。それがあると。それは間違いない。だから一応あとこいつのいいところは、めっちゃみんなに褒められます。よくやったぞと。お前よくやったぞ。よくこいつに挑戦したぞと。言われますからね。まずこいつ出した時点で、こいつやってみたかったっすよねって言われますからね。大体言われますね。はい。それがかなりいいですよね。そういう意味ではおすすめじゃないかということで。そうですね。はい。決して強くはないです。
じゃあそう思った方はやってみてください。はい。はい。じゃあおしまいです。はい。